アッサーイブ・ブン・ヤズイド、アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。私がモスクの中に立っていたところ、ある男が私に小石を投げつけました。見上げると、そこにはウマル・ブン・アル・ハッターブ、アッターが彼を喜ばれますようにがいました。彼は言いました。行って、あの二人を私のところに連れてきなさい。私が二人を連れてくると、ウマルは尋ねました。お前たちは何者だ、あるいは、どこから来たのだ。二人は、ターイフのものですと答えました。するとウマルは言いました。もしお前たちがこの町、メディナのものであったなら、痛い目に遭わせていたところだ。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれのモスクの中で、声を荒らげるとは何事か。サヒーフ・アルブハーリー第470番。ハディースの小説。このハディースでは、アッサーイブ・ブン・ヤズイド、アッターが彼ら不死を喜ばれますようにが、ウマル・アッターが彼を喜ばれますようにの統治時代に目の前で起きた出来事について報告しています。二人の男がアッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれのモスク内で声を荒らげていました。それを聞いたウマルは、サーイブに向けて小石、ハスバー、小さな石を投げました。これは、ウマル自身が大声を出してサーイブを呼ぶことで、モスクの静寂をさらに乱さないようにするための配慮でした。サーイブがその二人を連れてくると、ウマルは、お前たちはどこから来たのか、と尋ねました。彼らが、ターイフのものです、と答えると、ウマルはこう言いました。もしお前たちがこの町、メディナの住民であったなら、鞭打ちなどの刑罰で痛い目に遭わせていたところだ。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれのモスクで大声を出すとは何事か。ウマルが二人を罰しなかったのは、彼らがメディナの外から来たものであり、モスクの作法を知らなかったという、鞭を考慮して寛大に対処したためです。遠方に住む者にとって、法規の詳細が伝わっていないことは多々あるからです。ハディースから得られる教訓と益。モスクでの静粛。モスク内で声を荒らげることは嫌悪、マクルーフされます。たとえそれがジクル、少年やクルアーンの朗読であっても、他者の礼拝を妨げる、混乱させる場合は禁止、ハラームとなります。ましてや、争いことなどで声を出すことはさらに厳しく禁じられます。許容される会話、罪に関わる内容でない限り、モスク内での世間話や会話自体は許容されています。合図による注意、モスク内で誰かの注意を引きたいときは、大声を出さずに手招きやジェスチャー、あるいは小石を投げるなどの方法で合図することが推奨されます。完全懲悪、正しきを進め、悪を禁じる小格好割りコロン。モスク内であっても、礼儀に反する行為があれば注意し、正すことが求められます。これはイスラームの最も偉大な目的の一つです。法に背く者への処罰。神の法や公共の秩序を乱す者に対し、指導者が体罰、鞭打ちなどを含む適切な罰を与えることは許容されています。神の家の尊重。アッターの家、モスクは従順と崇拝のために定められた場所です。聖クルアーンにはこう記されています。それらの光はアッターが高められるように、またその中で御名が唱えられるようにと命じられた家へ、モスクにある。そこでは朝に言うに、神を称える者たちがいる。商売も売り買いも、彼らをアッターの念書からそらすことはない。アンヌール章36から37節。無知なる者への優しさ。作法を知らない者に対しては、厳しく当たるのではなく、優しくモスクの礼儀を教えるべきです。無知による面積。知識を得る環境から遠い場所にいる者が、無知ゆえに過ちを犯した場合、それは考慮されるべき正当な理由となります。ウマルが二人を許したのは、まさにこのためです。